ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今日私はどこへ行くでしょう？ジブリパークへ行ってきます。今回も旅行の様子を皆さんにシェアしながら日本語をいろいろ教えたいと思っているので、ぜひ楽しんでみてください。もしこの動画が早い、遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変更することができます。調整して聞いてください。今回は2022年にできたジブリパークへ行ってきました。私本当にジブリが大好きでずっと行きたいと思っていた場所です。イエイ！このジブリパークは愛知県にあります。電車で向かうと電車の中や駅にジブリの絵が描いてあって着く前からワクワクします。ここにゆっくり来てください。ジブリパーク。ジブリパークに着きました。ジブリパークは遊園地というより本当に公園に近くて、その公園自体には無料で入ることができます。その公園の中にいろんなエリアがあって、そのエリアに入りたいならチケットが必要になります。今回私は去年の11月にできたばかりのエリアとジブリの大倉庫というエリアに行ってきました。この2つで料金は2500円でした。意外と安かったです。はい、最初のエリアに来ました。ここでクイズ。このエリアのテーマになっている作品の名前、わかりますか？ここはもののけ姫がテーマのもののけの里というエリアです。最初の興奮ポイント。おっこと主様とたたり神。わー！これはもののけ姫の作品に出てくるおっこと主様。これは等身大ですかね。タイルや石で毛並みが表現されていて素敵。このおっこと主様は滑り台になっていて、小学生以下なら滑れるそうです。あそこから登るみたいですね。大人はいけない世界。もののけ、辞書で調べてみたんですが、人に取り付いて悪いことをする死霊、生き霊という意味だそうです。意外と怖い意味でした。次はタタラバ。作品の中で鉄を作る場所として出てきますね。ここでは五平餅炭火焼き体験ができます。五平餅は愛知県の名物です。料金を払うと炊いたお米を潰して串に巻きつけた状態の五平餅がもらえます。この音聞こえますか？これを日本人はパチパチと言います。それに自分たちでタレをつけて焼いていきます。塗ります。タレはくるみ味噌、醤油、ナポリタンの3種類があって自分で選ぶことができます。私たちは醤油とくるみ味噌で五平餅を作りました。スタッフの方から教えてもらいながら作るので失敗する心配はありません。が、私は少し焦がしてしまいました。まあでも最後は美味しそうにできました。この使ったソースは持って帰れるらしいです。持って帰って料理に使うといいよと言われました。ジブリの大倉庫へは予約の時間まで入れないので、それまで公園の中をうろちょろ回りました。お金を払わなくてもジブリを感じられるところがたくさんあります。例えばこの公園、どのジブリ作品をテーマにしているかわかりますか？そう、猫の恩返しをテーマにしている公園です。次はここ。これは有名な作品なので皆さんすぐわかりましたよね。英語だとスピリティッドアウェイ。中国語だと仙隱少女。日本語のタイトルはさて何でしょう？日本語では千と千尋の神隠しと言います。神隠しは子供が急にいなくなること、行方不明になることという意味です。ジブリの作品のタイトル、意外と怖いですね。これはエレベーター塔。この時は知らなかったんですが、調べてみたら天空の城ラピュタやハウルの動く城の世界観を感じさせるデザインらしいです。細かいところまでジブリのデザインで溢れていて最高！
耳をすませばのお家ですね。あれは猫の恩返しのバロンのお家かな？はい、ここ、私が興奮した場所。さっき見た耳をすませばのお家の下あたりにあります。ジブリ好きの皆さんならわかりますよね。耳をすませばの主人公、雫の夢に出てくる洞窟です。光る石を探す場面の洞窟。私が主人公になったみたいで興奮しました。ちなみにここは無料で入れます。人があまりいなかったのがびっくり。はい、次。無料でも楽しめるポイント、ベンチ。公園の中にはベンチがあって、そのいくつかにはジブリ作品と関係があるオブジェが置かれています。これをジブリの忘れ物というらしいです。ネーミングセンス最高！私が大好きな作品、紅の豚に出てくる賞金の袋も見つけられて満足。イエーイ予約の時間が来たのでジブリの大倉庫へ。入り口で説明を受けたら、ここジブリパークと東京にあるジブリ美術館でしか見られない短編映画のチケットがもらえます。この映画、内容は良かったんですが、字幕や翻訳は全くなかったので、日本語がわからない人はちょっと理解しにくいかもしれません。ジブリの大倉庫、入り口からもうすべてが可愛かったです。外国人がまあ多かった。日本人より外国人の方が多いぐらい。海外にも影響を与えるジブリさん、本当にすごいと思いました。見て、この小玉、かわいい。ぶら下がるな、と可愛く注意しています。ここがずっと見たかった世界。360度素敵空間。色合い、デザイン、すべてがジブリ。最高すぎる。写真スポットがたくさんあるので、どんどん回りましょう。まずはね、湯婆婆に挨拶。こんにちは。ここで働かせてください。あ、残業があるんですか？じゃあ、いいです。はい、次。天空の城ラピュタに出てくるロボット。仮暮らしのアリエッティの世界。本当に可愛かったです。おー。大倉庫の中で一番好きだった場所。自分が小人になったみたいな気分を味わえます。この雫の感じも最高。ジブリといえば水の表現の仕方が特徴的ですからね。実際に見られてすごく楽しかったです。おー。はー。ジブリの歴史の紹介や展示会もやっていて面白かったです。ジブリは本当にいい作品ばかりで、大人になった今でも何回も見てしまいます。今回ね、私の彼と一緒に行ったんですが、この人、見てない作品が多すぎて、この興奮をシェアできなかったんですよ。教育が必要ですね。あ、これ、わかる人いますか？これがわかった人、結構マニアックだと思います。これを採用したジブリパークのデザイナーさん、もう大好き。細かいところにも作品に出てくる人物や物のデザインがあって紹介しきれません。本当にずっといても飽きない空間でした。最後になりきり名場面というところに入りました。なりきりというのは特定のキャラクターや役割に自分がなったように行動することという意味です。ここでは自分がその作品の登場人物になったかのような写真を撮ることができます。ここで私が興奮したのは、紅の豚に出てくる主人公、ポルコ。ポルコとのツーショット。幸せすぎました。考古学研究会、考古研。狭間さんがいる。わあ。この場所に入るのに、平日でも1時間ぐらい並ぶので、時間配分に気をつけてください。今回ジブリの大倉庫に2、3時間いましたが、ちょっと時間が足りなかったかなと思います。このジブリパーク、公園自体大きかったので、全部回りたい人はもっと時間が必要だと思います。
これからまた新しいエリアができて見どころも増えるようなので、行きたいと思っている人はホームページなどで確認してください。今回はジブリパークでの Vlog をシェアしました。皆さんが好きな作品もぜひ教えてください。ジブリパークに行きたくなった人はグッドボタンをお願いします。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。